まずね5分の1ぐらいかじってください。魔法のソースを入れます。魔法のソース、はい、まあ、日本人はもう絶対好きなやつ好きですねこれね、はい、肉もろこしです。トウモロコシの芯が肉だったら面白いなと思って、これいきます。はい、そっちもおお、はい、すごいこんな感じ美しいですね、はい、ですね。生肉とキャビアと、はい、あと下はちょっとこう、はい、トースト生地というかですね、はい、要はただ単にこう生肉汚らしくウニとキャビア乗っけた店が結構多いんですよ今。だからもうちょっとこう見せ方というか、はい、綺麗にして、あとパンを合わせる店ってないんで、なるほど、はい、おすごい。いただきます。はい、どうぞ。美味しい。カリカリサクサクですね。パンがね。そう。で肉とウニだけだと若干僕たまにウニの魚介臭さが気になる時あるんですよ。ああ、なるほど。それがキャビアがあることによって一体感が増してる気がしますね。美味しい。ウニが生きてるというか、ちゃんとキャビアがあることによって肉とうまくよりうまくつながってるというか、一体になってますね。まあでも本当にこれもうこの生地ですよね。こいつがないとっていう。やっぱりこの食感のコントラストって大事ですよね。そう、食感って大事。本当に、ここまでカリカリになるんですね。なりますね。そんなに火が入ってる感じじゃないですよ。そうです、そうなんですよ。なんかまあ水分飛ばすって感じ、時間かけて、そう低温で水分を飛ばしてる感じですね。そうですよね。じゃないと普通に焼いたら、この色でこんなサクサクカリカリにはならないですよね。そうです、おっしゃると。どっちかっていうとなんかそのラスクっていうか、そのパンが主役で、それをこう他のやつが盛り上げてる感じですかね。確かにラスクに近いですね。そう。普通ってなんかどうしてもこうウニとキャビアが主役じゃないですか。なんかよくあるのはそこじゃなくて、それを引き立てるためのキャビアみたいな。そうですね。なんか僕も一番最初にね、このパンの感想を言いましたもんね。やっぱりそこがまず最初に印象に残るっていう。そういう意味ではこのまあパンの上に何か乗っけて食べる、まあパンがある意味半分主役というか、そういう一品なんですね。まあ海外のそういうフレンチとかでもこういうタルトだったりサブレだったり出てきますけど、まあやっぱり大きい店だとしょうがないのかもしれないですけど、若干やっぱりオペレーション的に間に合わないのか、湿ってる時あるんですね。湿気出る時がありますね。確かに結構星がついてる店だとあったりするんですけど、やっぱちょっとこういうのだけは直前にしてあげてほしいですよね。そうですね。すごい。ちょっと見たことある感じしますけど、杉田さんですね。杉田さんの巻物からインスピレーションを受けたと。まあああいうその巻物って一般的であるけども、緻密な巻き方というか、で中のこうやって切った時に中の具材が美しくこう綺麗に見えるよね。ただまあ肉屋なんで、まあ怒られないかなみたいな。いやまあそうですね。これはもう全く別物なんで寿司屋じゃないし大丈夫だと思います。であとはまあ食べ方として面白いのが生からすみをその調味料というかで食べる感じになりますね。あ、そうなんですね。これを添えて完成するとじゃあいただきたいと思います。ボタンエビなんですね。なんか僕のイメージだともうちょっと普通のエビをタルタルとかにしてみたいな感じで考えたりしますけど、まあよりこうなんか豪華感があって。なるほど。確かにからすみの塩味があって完成する味わいですね。あとからすみあることでボタンエビの甘みも引き足すというか、多分そうですね。なかったらすごく繊細な風味で柑橘してしまうところに塩味があることで逆にこの肉の甘みもそうですし、ボタンエビの甘みも際立つというか。まああくまでも前菜ですかね。肉っていうよりは一応肉は使ってます的な感じで、肉のそのまあ甘みと程よいこの隠し味的な感じで使ってますね。それが口の中に残る感じでいいですね。しかもこの海苔っていうこうそうですね。まあ日本人はもう絶対好きなやつですね。そうですね。続いてのお料理はまあうちのあれですね、スペシャルコース、まあ月に3組ぐらいしかやらないんですけど、その時に出してる夏のまあシグネチャーというか、肉もろこしです。肉もろこし。トウモロコシの芯をね、肉に遺伝子組み換えで変えてみました。じゃあ子供入ってたんですね。そう。で剥いたら肉。剥いたら肉だった。
すごいですね、これ僕も夏のスペシャリテってことでいただいたことあるんですけども、これどうやってトウモロコシのこの湾曲に合う形で、そこはね、なかなかちょっとこれ難しいですよね。そうですよね。そうですよね。僕もこれうまくやってるなと思いますよ。いや、すごい難しいですよね、これね。綺麗に本当になんかね、一体化してますもんね。一体化してますね。これお肉は部位はどちらですか？これ今日はこれフィレじゃないですかね。そうですね、フィレっぽいですね。貝のみでやったりフィレでやったりとかします。そうなんですね。早速いただきます。これはもう一口でした方がいいですかね。二口ぐらいで。お塩つけた方がいいですよ。なるほど。はい。お塩つけます。この風味もそうですけど、まず食感がすごいですね、これ。ヒレってもちろん美味しい肉ですけど、柔らかいじゃないですか。柔らかい。もう多分唯一の欠点じゃないのかもしれないですけど、僕が思うのは食感がないっていうか。逆にね。そうなんです。ないのがヒレだと僕は思ってて、だからそこにこのトウモロコシのこの一粒一粒の粒感というか、シャキシャキした食感が加わるんで、そこのコントラストがすごくありますよね。確かにそう。それ面白いです。これが他の部位だと貝の目は確かに大丈夫かな。なんかね、ロース系だと違う気もするし、それちょっときついですね。違うと思う。そうですよね。だから油が特に溶ける食感は多分いらないですね。そうですね。繊維感が強すぎても逆に合わないというか、繊維感がないからこそトウモロコシのこの繊維感が合うっていうか、補ってるような感じはありますよね。お肉自体もやっぱ美味しいですね。ちゃんと肉の味がしますね。肉ってそのね、油がメインじゃなくて、やっぱりその赤身、もちろんサシは入ってるんだけど、赤身の肉の本来のうまさっていうのがやっぱり主役であるべきですよね。そこにトウモロコシの甘みが加わる。さすが定番になるだけのいいですね。相性がね、思った以上にいいですもんね。そうですね。いや、そもそも発想としてないですもんね。肉とトウモロコシっていう。そもそもなんで思いついたんですか、これは。本当にこう降りてきたんですよ。トウモロコシの芯が肉だったら面白いなと思って、そうなんですか。じゃあやってみようかみたいな。いや、じゃないと普通絶対思いつかないですよね。だと思いますよ。肉焼いて夏だったら付け合わせにコーン使わなくはないかもしれないけど、でもよくある組み合わせではないじゃないですか。あるとしたらヤングコーンとかですよね。そうですね。どちらかというとそうですよね。そう。すごいですね。いや、もうさすがです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。続いての料理はこちらは中華の一輪斉藤シェフ。斉藤シェフ。一輪名店ですね。そうですね。ちょっとね、ラー油をねいただいたんですよ。そうなんですか。特製のね。そのラー油を僕らで新しくタレをそれベースに作って、新しいタレをちょっとね作って、これがよだれ牛ですね。よだれ牛。よだれ牛です。中華でよだれ鶏っていう料理があるんですけど、それの牛肉版ってことですね。よだれ牛の小丼ですね。いただきます。はい、どうぞ。一輪さんのね、タレ美味しいですね。タレうまいですもんね。3段階のね。いやー、美味しいです、本当。急に中華になりましたね。めちゃめちゃ口の中中華になりました。美味しい。タレはね、これね、細かいね、ザーサイをこう砕いて。ザーサイなんですね。ザーサイなんですよ。すごく食感があって。食感が面白いですよね。味もね。ザーサイやっぱり噛むとザーサイの旨味が出てきて、そのタレだけじゃないというか。そうです、おっしゃる通りです。で、ここにそのやっぱり牛肉が加わることで、牛肉の甘さはより引き出すというか。その辛みがやっぱり引き立てますよね。でもなんかやっぱでも大体のお店ってやっぱ牛肉を主役にしたがるんですけど、もうちょっとある時とねコラボでね、新社の石井さん、石井シェフ、石井さんにちょっと和牛の会みたいなやってもらって、石井さんが平気で和牛をサブにするんですよ。サブというか、さっきの話じゃないですけど、飽きさせず牛肉を一通りのコースの中で食べせるっていう意味では、主役のものもあってもいいし、そうじゃないものもあってもいいですよね。主役じゃないんですけど、それがないと成立しないっていう料理。そうなんですよね。確かに。僕はあとこのカットの大きさ具合がすごく好きです。なるほどね。やっぱりなかなかその特に生のものを含め出す時って
ミンチに近い状態多いですね。ひき肉っぽいのが、多いじゃないですか、ちょっと個人的に好きじゃなくて、せっかく肉を食べさせてるのに、肉の食感が感じられないっていうのがもったいないなっていう、やっぱりこの噛んで肉を食べてるっていうのが味わえる方が僕は好きなんですよね。これちゃんと肉の存在感と、だから甘みの塊がちゃんとある感じですね。美味しかったです。ありがとうございます。すごい綺麗ですね。チーズバーガーですか、これは。チーズバーガー。まずね、5分の1ぐらいかじってください。5分の1ですか。なるほど。まず5分の1食べると、まあ和牛使ってるんでそれなりに、まあ A 級っぽい味がするというか、パティはもちろん美味しいですけど、バンズのこのふわっと仕上がってるけど、あんまりないですよね。なかなかないですよね。カリカリの店はありますけど、ふわっと仕上がってるですね。この魔法のソースを入れます。魔法のソース。はい、そうなると今までA 級の味だったものがですね、はい、これがなんとダウングレードします。A 級から B 級へ。A 級から B 級どころかド C 級ぐらいに。そうなんですね。はい。一瞬にしておっしゃってること分かりました。なんとなく。でこれはね、そのテーマというかね、博多に集いってあるじゃないですか。はい、集いありますね。集い、そう、あそこにでも感銘を受けて面白いなと思って、和牛屋さんがマックのチーズバーガーを再現したらどうなるかっていう、それをちょっとやってみた。なるほど、そういうことですね。そうです。そのレファレンスにしているところはそういうB 級なカジュアルなものだけど、食材使ってる食材はもちろんパンにしても、その肉にしてもより良いものを使ってるっていう。そうです。ソースをかけて食べると、これはだからあれですかね、マスタードも入ってるんですか？これはね、ピクルスの味です。ピクルスが入ってるんですか？ピクルス入ってないんですよ、でも実は。入ってないんですか？辛みは？わさび。わさびの辛みですか？なぜかケチャップとわさび合わせるとピクルスの味がするっていうことを発見したんですよね。いや、多分その某有名ハンバーガーチェーンのハンバーガーの特徴ってピクルス塩というか、あれが僕は幼心に残ってるんですけど、それをわさびとそのトマトケチャップ合わせることで再現してると、確かにちょっとそのピリッとくるんだけど、そのだからなんで僕はマスタードとピクルスかなと思ったんですけど、マスタードじゃないですね、わさびなんですね。いや、これはでも美味しいですね。面白いですよね。面白いです。もう一回かけていただいていいですか？そう、案外ね、これね、嫌いじゃない人多いんですよ。これね、嫌いじゃないですね。みんななんかもうちょっとかけようかな。はい。どうぞ。素晴らしい。ちなみにこのパン、このバンズですね。このバンズがなかなかね、いいのがなくて、いろいろやったんですけど、で、ハンバーガー屋さんが使ってるブランドって2社か3社あるんですよ。バンズ屋さんが。で、そこ使っちゃうと大体でもね、どっかの味っていうかどっかで食ったようなこのハンバーガーみたいな味になっちゃうんですよ。だからバンズの力ってすごく大きくて、だから僕はあえて違うことを料理長が考えて、これって実はアンデルセンとか成城石井とかで売ってるパンなんです。バンズじゃない、パンです、普通の。それを一回削ってそう卵塗り直して焼き直して三原康弘みたいなことやってるんですよ。すごいファッションでね。そうリメイクそうリメイクごまもですよ。ごまもだからもともとなかったもんですよ。ごまもつけてそうすごいリメイクバンズリメイクすごい。でも多分イメージされているバンズっていうのはこういうものっていうのがあるからこそ、それを探し求められるわけだし、でイメージしなかったらね、どれ使ってもいいって逆になっちゃうし、だからイメージ通りのものをそこに見つけたわけだし、かつそれをその火入れも含めて完璧にできてるから、最初そのちょっとサクッとした食感がありつつも、中はすごくふわっとしたエアリーな感じで、これ多分もっと本格的なその具がいっぱい乗ってるやつだと、多分そのバンズもちょっと潰れちゃったりとかして、バランスが一気にバランスが崩れますよね。だからこれの具が他にないシンプルなチーズバーガーを M 社のやつにインスパイアされたチーズバーガーだからこそ、この食感でこのバンズが生きるっていう、そういうことですよね。そうです。なるほど、素晴らしいです。ちょっとびっくりしました。ありがとうございます。
ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。